こんにちは、ビジュアルプログラマーの西条です。私は光の表現が好きで、Unity を使って何か制作をするときは、ポストエフェクトのブルーム、光の効果ですよね。こちらを多用するんですけども、今回は OF 上で、オープンフレームワークス上で、これを実現するためのアドオンを見つけましたので、こちらの紹介をしていこうと思います。早速行きましょう。レッツゴー。じゃあ今回使うアドオンの紹介なんですけども、こちらになります。こちらリンク貼っておきますけども、こちらに来たらここダウンロードして、いつもの通り解凍してマスターを消してアドオンのフォルダに入れて使用してください。じゃあプログラムの方を紙の上で見ていこうと思います。メイン側のセットアップです。FBO を使うんですけども、そのアロケートの前に OF Disable ArbTex を押してください。テクスチャーでアロケートしたら Enable で元に戻します。OF Disable ArbTex っていうのは何をしているかというと、レクタンギュラーテクスチャーズを使用するのではなく 2D テクスチャーズを使用しますというスイッチ、このための関数です。オープンフレームワークスのデフォルトはこちらレクタンギュラーテクスチャーになります。これは何かというと、昔のハードウェアと言ってるのはグラフィックボードのことですけども、昔のハードウェアにおいては2の N 乗じゃないサイズのテクスチャーを使おうと思うと、こちらのレクタングラーのテクスチャーの設定じゃないとダメだったんですね。で、こちらにすると2の N 乗じゃないサイズでも使えるんですけども、その副作用として座標軸がノルマライズされた0から1じゃなくてピクセルコード、つまり 640×480 とかであればそのまま0から1にノルマライズされずに 640×480 とかいう座標でシェーダーに入ってくるといった設定になります。それで今回の OFX ブルームについては、そのシェーダー側の都合でソース FBO のテクストコードっていうのがノルマライズされている必要があるようです。ということで FBO をアロケートする前にノルマライズされている必要があるということで 2D テクスチャーにして、で終わったらデフォルトに戻すということになります。ちなみに今の時代のハードウェアではこっちの 2D テクスチャーズにしていても別に2の N 乗じゃないサイズのテクスチャーを確保することができるということです。それで今回の OFX ブルームのクラスオブジェクトであるとこのブルームのセットアップ W ハイと FBO を渡してセットアップします。OFX ブルーム側のセットアップです。with ハイとでソース FBO の方は参照で渡されます。で OFX ブルーム側の内部変数でターゲット FBO っていうのがあって、そこにオペレーターイコールで代入する。でリザルト FBO というのもあって、こちらはこの W と H でアロケートします。このオペレーターイコールによる FBO の代入は前回の動画を参照してほしいんですが、ちょっとトリッキーな動きをするので注意してください。このソース FBO は参照できているので、こちらのメイン側の FBO そのものなんですけども、FBO は内部に GLUint の FBO っていう変数を持ってました。ちょっと FBO っていう名前なのでややこしいんですけども、これは何かというと、この FBO のオブジェクトが GL 領域の ID 何番の領域を使ってこの GL を操作するかっていうこの ID になっています。ということは、これをオペレーターイコールで代入すると、この FBO がこちらにも代入、GLUint って要はただの uint なので代入されますと。例えばこれが1だったとしたら、ここも代入されると1になるわけですね。そうすると、このソース FBO とターゲット FBO は GL 領域の同じ領域を使って作業をするということになります。なので、ここで代入した後は、例えばこの FBO に対して何かをドローしたら、その内容をこちらの内部変数であるとこのターゲット FBO を使って取り出すことができる。なぜなら同じ領域を使っているから、共有しているからという動きをします。で、リザルト FBO の方は普通にアロックしておいてください。メイン側のアップデート、この FBO に対してドローを行います。ビギンエンドで挟んで何かドローします。そしたら、ブルーム側のパラメータをアップデートします。パラメータは3つあります。スレッシュ、ブライトネス、スケールです。スレッシュというのは何かというと、各ピクセルの RGB という各チャンネルについて、このスレッシュを超えた成分に対してブルームのエフェクトがかかるということです。これはシェーダー側で処理するので0から1になるんですけども、だからこれが0であれば全ピクセルに対してかかるけども、例えば 0.5 にしていたら半分128
を超えてる RGB のうちで各チャンネルについて128、255の分の128を超えてる成分にのみ効果がかかっていくということです。そして効果をかけるときにピクセルのスレッシュを超えた成分に対して効果をかけるんですけども、そのかけるときの強さがブライトネスです。これちょっと動きが一瞬似てるんですけども、スレッシュっていうのはスレッシュ以下には効果がかからない。で、かかるところについてどれぐらいの強さでかけるかがブライトネスです。で、スケールっていうのは滲みの広がりです。ということになります。触っていくとなんとなく感覚的にはわかるんですけども、このスレッシュとブライトネスは微妙に似てるので、そういった違いがあります。で、パラメータをアップデートしたら Bloom.process で処理を行います。OFX ブルーム側のプロセス内容を見ていきましょう。ブラーっていうクラスオブジェクトがあって、これは OFX ブラークラスのクラスオブジェクトなんですけども、これは何かというと、中に FBO を内包していて、その内包している FBO に対して光の効果の成分だけ、光の強さであったり滲み、そういった成分だけをこの内包する FBO にドローする、そのためのクラスになります。クラスオブジェクト。で、このブラーに対してターゲット FBO.getTexture を渡してあげて、光の効果の成分、滲みであったり、光ってる、白飛びしていくとこであったり、そこら辺の光の効果の成分をこの中の FBO に書いていく。それで、このターゲット FBO の getTexture っていうのは何かっていうと、これですよね。これの指し示す先はどこだったかっていうと、ここですよね。ここっていうのは何だかっていうと、メイン側のこの FBO と共通して使っている領域ですと。で、このアップデート内で FBO に対してドローしているので、この内容、ここのプロセスにはこの FBO を引数で渡したりはしてないんですけども、セットアップのとこでもう紐付けがなされているので、このプロセスでこの OFX ブルーム側の内部変数であるところのターゲット FBO を経由して getTexture を触ると、ここの共通でこちらのターゲット FBO とこちらの FBO で共通して使っている GL の領域、こちらのテクスチャーを取ってきて、これをブラーに渡し、この内容に対する光の成分がここの中に生成されるという動きになります。それで光の成分が今ブラーというクラスオブジェクトの中にある FBO に書かれたので、リザルト FBO の中にこのビギンエンドで挟んであげて、ターゲット FBO をまずドローする。光の成分じゃない本体だけをドローし、そこにブラードットドローってことはこれ光の成分を重ねて、この光の効果っていうのがかかった最終的なリザルト FBO を生成します。で、メイン側のドローでは Bloom.getResultFBO でこのリザルト FBO の参照が取れるので、それを取ってドットドローになります。こちら側の getResultFBO はリザルト FBO の参照を返す関数になります。で、当然これを使ってドローする、ダイレクトにドローするメソッドもオーバーロードした形で定義されていますので、こちらを使ってももちろん構いません。はい、じゃあ説明が終わったので動かしていこうと思いますが、アドオン自体にもエグザンプルが入ってるんですけど、ちょっと無駄にアニメーションさせていたりして、ブルームという光の効果を見るっていう意味ではもうちょっとおとなしくした方がいいんじゃないかなとか、いろいろあったので、私の方でサンプルプログラム書き直してあります。これはいつもの通り GitHub にアップロードしておくので、各自ダウンロードして、参考にしていただくなり、動かしていただきながら理解を深めていただければと思います。で、じゃあちょっと動かしてみましょう。ブルームの効果オフでこうですね。オン。スケールはこういう滲みが広がっていく。滲みが広がっていくと当然、ギュッと集まっていたものが広がっていくので薄くはなっていくんですけども、面積が広がっていく。で、ブライトネスは全体の強さが濃くなっていくということですね。で、スレッシュは紙でも説明したんですけども、今ブルームの効果を消した状態でバリューを例えば1ニッパーにするとこのぐらいですと。で、ブルーム入れてスレッシュを 0.5 ぐらいにする。で、ぴったりいった。0.5 にすると、これを超えた成分について RGB の各チャンネル、各ピクセルの各チャンネル、この 0.5 を超えた成分についてブルームをかけるということなので、これいくら強くしても
128を超えてないので、全部かからない。全くかからないということになります。1にしたら何やってもかからない。で、これ低くしていくと、0.25 を超えた、0.25 って多分だから64ぐらいを超えた成分についてかかっていくと。で、これを落としていくと、このスレッシュを超えている成分、チャンネルが増えるので、当然明るくなっていく。で、ブライトやっても明るくなるので、ちょっと一瞬同じような動きに見えるんだけど、そういう違いがあるので、そこら辺も見ながら、パラメータを触っていただければいいと思います。いい感じに光ってますよね。滲んでる感じがいいですね。で、ちなみに、こういうのやったら必ずチェックしてほしいんですが、CPU 占有率、どのぐらい重いのかっていうことですよね。2.6%。今ドローしてるだけなんですけど、2.6% とかで動いています。で、これブルームオフすると、2.2。だからブルームのオンオフで、そんなに、ほんのちょっと上がるけど、あんまり処理が重くなることなく、光の効果が入ってるのかなっていう感じですね。そうですね。いい感じだと思います。今までオープンフレームワークス上では、当然オブジェクトを重ねて、それをアットでうまく重ねることで光の白飛びみたいな表現はしていたんですけど、これ滲みのところとかは全くやってなかったんで、今後ね、これ活用していきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。シンプルで使いやすいし、いいアドオンじゃないかなと思います。ブルーム効果のためだけに OF から Unity 画像を飛ばして、Unity 側でブルーム効果入れるっていうのもあるんですけど、さすがにそれちょっと面倒だし、作りとして綺麗じゃないので、今後は OF 上で閉じる場合には、こちらのアドオンを使って、OF 上でも、オブジェクトを綺麗に光らせていこうかなと思います。FBO を複数準備して、片方の FBO は今回のアドオンを使って光らせて、でもう片方は普通にドローして、これレイヤーしてあげると、オブジェクトによって光るものと光らないものみたいなものもこうやってミックスして表現できるので、本当にシンプルでいいアドオンだなと思います。というところで今日の内容は以上になります。少しでも皆さんの参考になっていれば嬉しく思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ピース